三大通信キャリアのビジネスが今後どうあるべきかについて、ひろゆきさんの考えを教えてください。基本的にどこも同じサービスを展開してて、差別化される部分がない気がします。というのだけ分かっているのであれば、5年後は多分4大通信キャリアとここに書くようになると思います。結局、競争をしてもしょうがないんですよ。通信というのは、ほぼほぼもう、インフラのコストもある程度かければ、大体つながるよねって分かってるので、で、安くするっていうのをやったとしても、自分たちの利益が減るだけなので、3社高止まりなんですよ。で、楽天が新しく入ってて、安値路線をやったんですけど、で、楽天がある程度のシェアを取ると、多分楽天も利益取った方がいいよねっていう感じで横並びになって、4社の横並びになって終わります。なので、基本的には競争というのは成立しません。競争が成立する条件っていうのは、市場が大きくなっているとき、市場が小さくなっているとき、もしくは新規参入があるときです。市場がどんどん大きくなってます。例えばじゃあ、日本の携帯電話が韓国でも使えます。ってなったら、どんどん投資をして、韓国のユーザーもどんどん増やして、割合どんどん増やそうぜっていう攻めの経営をした方がいいよね。だから安売りした方がいいし、サービスレベルも上げた方がいいよねってなるんですけど、日本中アンテナそれなりに広がって、もう大体どこでも使えるってなると、設備投資をする分だけ損だよね。で、値下げしてユーザーを引っ張ってきたとしても、それ3社とも他の会社の利益を削るけど、自分たちの利益も削るから、結果としてみんなの首絞めるから、じゃあお互いにそんなに削らない方がいいよねということになっちゃうんですよ。で、もう一つのパターンが、日本人がどんどん減っていく場合、インフラを維持する、基地局を維持するコストっていうのがあって、ユーザーがどんどん減っていった会社は、これ以上ユーザーが減ったら、もう毎年赤字だから、じゃあ、めちゃめちゃなことをしてでも、売り上げを上げるために、なんとかギャンブル、爆釣しようっていうのがあって、銀行からすげえ金借りて、広報予算バーンと突っ込んで、ジャスティン・ビーバーみたいなタレントを連れてきて、CM バンバン打ちまくってっていうのをやって、なんか面白そうじゃん、この会社、みたいなので、契約者を増やすとか、っていう形で、広報予算に金突っ込んで、なんとかユーザー数を増やすみたいな爆釣する可能性っていうのが携帯キャリアなので、なので基本的にはもう競争は起きないというふうに思ってもらった方がいいんじゃないかなと思います。携帯料金の値下げについてどう見てるか聞きたいです。設備借りて安くしてるだけで MVNO は首締まるだけで競争が成り立っているような気がしてます。河川進めて 6G とかの開発力をつけさせようとしてるんならいいんですが、考えなしの安くしろもありえそうですよね。考えなしの安くしろじゃないですかね。結局その競争が起きないんですよ、携帯電話業界って。ソフトバンクが参入した時も、安いっていうのを売りにしてユーザー貯めて、で、ある程度のユーザーが増えてきたら、もうドコモと au と同じような金額にしましたっていうので、で、今、楽天が入ってきて、楽天もまた安いっていうのを売りにして入ってきて、多分楽天がユーザー数が増えてくると、また価格が上がるんですよ。参入障壁がない事業っていうのは、価格が必ず上がって利益率を上げていくっていうのは、必ず起きるんですよ。一応 MVNO という形で上がりすぎた場合は下げるっていう動きができるようにしたんですけど、今度はその MVNO もキャリアがやるようになっちゃったので、高サービス高付加価値っていうのは au っていうブランドでやって、賢くて自分で調べられる人であれば MVNO じゃなくて au の MVNO ブランドの方を買ってくださいねみたいな形にして、キャリアの河川が続いている限りは新しく参入障壁がなかなかできないよねっていうのはあんまり変わんないんじゃないかなと思いますけども。携帯を提供している通信会社、楽天以外の3社の1つで働いていますが、20年以上はないでしょうか。知らねえよ、どこだよ。au とソフトバンクとドコモのどれかってこと？ 20 年は厳しいんじゃないかな。10年はいけると思うんですよ。今インターネットって携帯電話経由でつなぐっていうのになってますけど、昔似たような構想を持った人がいっぱいいたんですけど亡くなったやつで、例えばじゃあ東京中に Wi-Fi がすげえ広まってたら、無料 Wi-Fi がね、したら別にもう電話番号いらなくなるんですよね。ネットするのは全て Wi-Fi でつなげられるから、電話番号で電話をするっていう行為だけが電話番号とできることで、人との連絡とかって LINE だったり Facebook メッセンジャーとか Twitter とかでやってるわけじゃないですか。なので電話番号ってそんなに必要なくなっちゃう時代ってそんなに遠くないと思うんですよね。今携帯電話持ってる人がじゃあ何のために持ってるかっていうと、インターネットのために持ってる人っていうのが、僕の想像でいくと多分6割7割で、電話のために携帯電話を持ってるって人って少数派だと思うんですよね。日本は海外のインフラに投資する必要があるのでしょうか。ニュースで官民ファンドのジョインが955億円の赤字ということを目にしました。私はこんな投資今すぐやめた方がいいと思いますが、ひろきさんどう思いますか。インフラによるんですけど、すげえ儲かってる海外のインフラに投資をすることで、長期的に利益が上がる場合っていうのがあるんですよ。例えば今ニセコっていう北海道のスキー場がある
積丹の近くにある土地っていうのが外国人にすげえ買われてるんですよね。人口も少ないので、コンビニの受給が2000円とかかなっていう感じで、外国人にとっては別に1泊5万円とか当たり前だよねっていう感じで、すげえ金払うんですよ。ニセコの土地を買った人たちっていうのは、そこでじゃあペンション運営しますとかホテルを運営しますっていう形で結構利益が入ってるんですよ。なので、海外の儲かる土地を買うというのは、長期的に儲かり続けるよねっていう可能性があるんですよ。アメリカ人がじゃあニセコの土地を買った場合は、それはアメリカ人から海外の土地である日本のニセコの土地を買ったってことなんですよ。例えばじゃあ日本のファンドがニューヨークの土地を買いました。そこにめちゃめちゃでかいビルを建てました。で、そこのテナントの家賃を取り続けますっていうのも、それも長年利益が上がるモデルだったりするんですよ。なので、長年利益が上がるモデルというのを海外のインフラに投資をすることで回収をするというのは、理論的には正しいことが多いです。ただ問題は、儲かりそうなインフラというのは、大体どの国も手放しません。要は、外国の会社が買えないようにしています。儲かるところがあったら、まず自国の人たちが先買うし、外国人に取られるのは良くないよねってなると、国の方で法律だったり規制だったりっていうのでブロックしたりするんですよ。例えば中国の土地っていうのは外国人は買えません。っていう形で規制をするとかね。で、それを練っていくと、もういいところは取られて、あんまりいいところじゃないところしかもう残ってないとかって話だと思うんですよね。1億円とか5億円とかのレベルであれば、世界中いい不動産っていっぱいあるんですよ。で、それ買って、利回り 10%、20% っていっぱいあるんですけど、955億円の赤字っていうことだと、ファンドの額が、多分5000億円とか6000億円とかそういうレベル、下手すると1兆円とかっていうレベルだと思うんですよね。僕このファンド知らないんで適当に喋ってますけど。で、仮にじゃあ1兆円っていうレベルの不動産ファンドのお金があるとして、担当者が20人でした。そうすると、1人当たり500億円を投資しなきゃいけないんですよ。そうすると、1億円に投資するとしたら、500案件見なきゃいけないんですよ。要は、1個の案件でも市場調査をして、で、そこの土地がどういう土地なのか、で、周りがどうなのか、で、そこで不動産のための弁護士との契約をして、で、そこでじゃあ、こういう利益が上がるために交通量はこうでっていうのを調べて、レポートを上げて、で、これを上司に投資しますかっていう時に、それを500件やんなきゃいけないんですよ。1億円ずつ投資すると。でも、100億円投資するんだったら、たった5回でいいんですよ。ってなると、100億レベルで投資できるやつを探そうとなっちゃうんですよ。で、100億レベルで投資できるやつで、空いてるところなんて、もうあるわけがない。あるんだったらもう取られてます。外資系のもっとお金があって機敏に動くところに。なので、結果として、外資系の機敏に動ける投資銀行が買わなかった微妙なところだけど、額がでかいところだけが残ってて、でも実際、投資ファンド系って、不動産投資系ってすぐに下がんないんで、で、買いました。1円も上がりませんでした。でも、10年経って1円も上がんなかったとしても、不動産ってそんなもんだよね、みたいなのがあったりするので、なので割と担当者が詰められないんですよ。株価とかだとドーンって下がったらすぐ下がったじゃんってバレるんですけど、不動産って価格って曖昧なんですよ。株価みたいに数値が出るわけじゃないから、例えばじゃあ銀座の土地買いましたって言って、5階建ての中古のビルを買いました。で、5階建ての中古のビルの銀座の相場ってわからないんですよ。全く同じビルというのがまず存在しないし、似たような高さのビルも存在しないから、隣の20階のビルがこの値段で売れましたって言っても、5階のビルがいくらで、ね、売れるのかというのはまた関係ない話なんですよ。なので、5階建てのビルを100億円で買いましたって言っても、次の年にそれが110億円の価値になったのか、90億円の価値になったのかっていうのは、実はよくわかんないんですよ。それなりに形のいい土地なので、この土地は実は隣の倍の面積のある土地よりも価値がありますっていう場合もあるんですよ。例えば角地にありますみたいなね。入り口が東と南両方に作れるから、実はこれ商業ビルを作るにはすごく効率がいいので、隣の倍の入り口が細いところで奥が広がってるような土地を買うよりも、ここの方が土地の価値が高いんですよっていう場合もあるんですよ。なので、明確にそれが正しいのかどうかって分かんないんですよ。もちろん賃貸に出しちゃって、賃貸相場で毎月毎年とかのリターンで判断するっていうパターンもあるんですけど、で、これがややこしいのが、大体そういう不動産を買っちゃった場合って、その後、貸し出しちゃうんですよ。不動産丸ごと。なので、不動産をじゃあ僕が買いました。でも別になんかいちいちそれをテナントを探したりとかがめんどくさいから、一棟丸ごと他の会社とかに運営権を預けちゃったりするんですよ。ここの運営を預けます。その代わり毎年毎年5億円くださいみたいな。で、そうすると、不動産はそのままで貸し出ししてるだけで、毎年5億円のリターンがありますとなると、あ、5億円のリターンあるじゃん、すごいじゃんってなるんですけど、その5億円払ってる会社が運営することになるので、賃貸の料金がどれぐらいなのか。
どういうブランドがそこにテナントとして入りたいのかっていうのは、今度ブラックボックスになっちゃうんですよ。例えばじゃあ、シャネルとか、おしゃれなテナントが入りたがるようなビルになってるのかと思いきや、蓋開けてみたら、めちゃめちゃ風俗ばっかり入ってるビルの可能性があるんですよ。風俗とかキャバクラとかホストとか。賃料めっちゃ入ってるけど、その地域からめちゃめちゃ嫌われていて、地価としてはめちゃくちゃ下がってるっていう可能性もあるんですけど、でもそういうのも、不動産ファンドで1兆円もありますってなると、扱ってる物件が100件とかになると、担当者以外、そこまで細かいこと分かんないですよ。ほんで、上司レベルになると、毎年5億円入ってるんだから全然いいじゃん、問題ないじゃんっていうふうに見えちゃうみたいなのもあったりするので、なので、不動産系のインフラって本当に損してるかも分かりづらいので、さらに大型の案件を扱いがちなので、蓋を開けてみて、ちゃんとチェックしたらめちゃめちゃ損してるっていうのは、結構比率としてありがちなんじゃないかなと思うんですけど、ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。